皆さんこんにちは、しんろです。今回はカプコンさんにご招待いただき、東京ゲームショウ2024にてモンスターハンターワイルズの CE をさせていただくことができました。発売時期も来年の2月28日と発表されてね、ガチで熱くなっているモンハンワイルズ。今回は2種類のクエストを使用させていただきました。ソロでストーリーを楽しみつつチャタカブラをね狩るクエストと、あとは土砂熊ね、群れの土砂熊のボス個体をマルチプレイで狩る方ですね。今回はその群れの土砂熊を狩る、クエストについてまとめたいと思います。いくつかね武器を使ってきました。使ったのは太刀と双剣と体剣と、ヘビーボウガンですね。実はね体剣を使う予定はなかったんですが、装備の変更がうまくできておらず、流れでねそのまま使うことになってしまったんですけども、まあそれもおまけとして紹介しておきたいと思います。あの個体です。ある程度のダメージを与えるとクエストが開始されます。了解した。というわけで狩猟開始ですね。事前の情報にあった通り、土砂熊は集団で行動する、群れをなしてね行動するモンスターになっています。モンハンワイルズでは自然の厳しさをね描くというコンセプトがあって、これまでのモンハンシリーズ以上の危険性として群れというアイデアが上がったそうです。なのでこれからはこの暮らし玉なんかをね使ったりして、ターゲットのモンスターを群れから引き剥がすというね、ワンステップが挟まれることが予想されます。ただ暮らし玉を使う以外にもいろいろとやりようがあるようで、例えば、単体で離れた時に、狩りを狙ったり、あとはアルシュベルドのようなね強力なモンスターを使って群れごとね一網打尽にするような、そういうね、攻略法もあるみたいですね。強いモンスターを誘導して群れにぶつけて蹴散らしてもらうみたいな、そんな感じで、素材周回が狙えるようです。というわけでここからは武器の話にね入っていくんですが、今回使った、太刀、双剣、体剣、ヘビーボウガンね、全部とりあえず比べた感じ、やはり太刀が頭1個ねなんか性能が抜け出てるように感じるんですよね。これまでの太刀とシステムは同じで、左上の連気ゲージを赤にしてそれを保って攻撃していくという、そういうねコンセプトではあるんですが、ワイルズでは連気ゲージを赤にすると各攻撃がね強化される、モーションがね強化されるという特徴を持っています。この兜割りなんかもね特にそうなんですよね。このクエストでは気づいていませんが、この兜割りを打った後に、追加でね派生がねあるんですよね。しかもそれがかなり強力であると。それがこの鬼人兜割りの後の連気解放無双切り、これやばいんですよね。火力がマジでえげつない。さらにもう一つ新要素として、この鬼人ためっていうのがあります。自分の連気ゲージを貯めて、そして鬼人大回転にねつなげることができる。これを使えば誰でもね簡単に、連気ゲージを赤にできる。赤人状態ですね。赤羽状態、赤人どっちか分かんないけどで、赤ゲージを回収できるという感じですね。で、ゲージが赤くなると右上に書いてある通り、赤羽切り、赤人切りどっちか分かんないけど赤人切りかな、赤人切りというねいう風に通常攻撃が、三角の通常攻撃が強化されます。なので初心者でも使えて火力も出せる武器として、正当進化した感じですよね。ただ1個気になる点があって、この鬼人ため中はひるみ軽減がついていないんですよね。この後鬼人ためするんですが、こうして、よろけてしまうんですよね。これ味方の攻撃でもよろけてしまいます。なのでそこら辺がちょっと注意が必要ですね。モンスターハンターシリーズで一番不評だったフレンドリーファイヤーがねモンハンワイルズでも続投というのはちょっと残念ではありますけども、そこら辺もねリアル路線なのかなっていうのが今回のマルチプレイで感じた点ですね。そして今回の重要な戦闘システムである集中モードですね。集中モードからの集中弱点攻撃、これもねタッチはねなかなか優秀なんですよね。この、突き刺すモーションですね。タッチを構えて前方に突き刺すモーションがタッチの、集中弱点攻撃なんですが、これもね他の武器に比べて、モーションが小さく効果的にね弱点を狙えるんで、例えば双剣の、集中弱点攻撃なんかは体ごとね大きく前に移動してしまうんですが、タッチはね最低限の動きで弱点を狙えるっていう、それも結構強い点だなと感じました。はい、そしてここで天候が一変と、クエスト中にね一気にこうして天候がね変わっていくんで、そこら辺もダイナミックに自然をね表してますね。自然の脅威っていうね。
はい、ここもですね、この後見切ってからの鬼神大艦隊からの赤人先天山っていうまた新しい、派生ができてますよね。やはり今回のワイルズではゲージをねいかに赤に保つか、ポイントになってきそうですね。そして環境サマリーハテナハテナハテナが出現しましたとなっていますね。土砂熊は体力が残り少なくなると方向とともに全身の傷口が開いて一気にこいつ自体のね火力も上がるようですね。ちょっと別なねクエストではね結構死者もね出たらしいんでね、この土砂熊のラストのラッシュによってね。でこの兜割り、この後に R2 を押せば鬼神無双切りに派生するのに今ちょっと見てると歯がゆいですが、あとは特殊ノートについても少し触れておきたいと思います。特殊ノートをね、はい、ちょっとねかなり個人的にはねジャストのワールドだよね、ワールドではジャストのタイミングで打ったと思うんですが、それをねことごとく全部ね失敗したんで、今回はちょっと早めにね入力する必要があるかなと思います。そこだけちょっとポイントですね。そして寝起きにはモンハン恒例の大樽爆弾ですね。今作の大樽爆弾は転がすことができますと、これは結構話題になっていますが、ちょっとね操作が分からずに回収していますが、丸ボタン単押しで転がすことができます。それで直接起爆することができると。あと連気ゲージの使用も少しだけ変わっていますね。基本的に色が赤に変わった後、連気ゲージは自動的に、ね、時間経過で下がっていきますが、見切り切りで大きく消費し、その後のその先天切りですね、先天山かなで若干回復するという仕様があります。これまでの見切り切りだと連気ゲージ全部ね使ってしまう状態だったんですが、使用量が少し抑えられる代わりに回収手段がないっていう感じですかね。回収なんですか、先天山とか回収手段が限られているって感じですかね。ということでクエスト完了ですね。クエストが終わった後は今すぐねクエストを終了するという項目ができてますね。土砂熊を狩った後は自由時間がありました。ここでマップを見てみると、なんとこのハテナハテナハテナ狩りに行けるんですね。早速ピンを刺して近くの火炎キャンプへファストトラベルします。モンスターの落とし物がありますよ。はい、というわけで2回戦目、高麗竜レ・ダウトの戦闘が始まりました。ここでは、武器をね双剣に持ち替えて戦っています。双剣とあとはヘビーボウガンをね、持ってきてますね。今回は2種類の武器をセクレトに積んでね、クエストの途中に入れ替えることができるという新システムがあります。で双剣についてなんですが、大きくはこれまでのねワールドなどと全然ね変わらない感じですね。ただ移動しながら鬼神化ができるようになっていたり、細かい部分で、快適性が増しているといった感じでしょうか。ただしこの体験版においては、双剣向けなね装備ではない、防具ではないんで、もちろんね双剣は、このモンスターの弱点属性をつける武器を選んで、しかもね防具も属性特化にまとめて初めてね、戦えるような武器ではありますので、そういう点でこの体験版においては火力はかなり出しづらいと感じました。そういう点でもねちょっとタッチのね強さが際立った感じがしますね。で武器とはね関係ない話題なんですが、この映像めちゃくちゃちらつくんですよね。でダウが大きく動くたびにね相当映像がちらつくと。今回ね、録画するにあたってねかなりパワーのある、ノート PC を結構ね最近買い替えて持ち込んだのにもかかわらずね、そうね画質が結構荒かったりするんでね、なかなかのやはりね遊ぶ上ではなかなかの性能スペックがね要求されるんじゃないかと思います。ちなみに今回持ち込んだノート PC の性能はこんな感じになります。ただ買い替えたばかりではあったので、もう少し OBS の設定をちょっとねいじって最適化というか軽く録画できるようにしておけばよかったかなといった反省点は確かにあるにはありますね。じゃあね武器の話に戻りましょう。双剣の特徴的なモーションとしては、×ボタンでね、ステップ回避ですね。鬼神ステップ無敵時間の長いステップを使うことができるっていうのが大きな特徴になります。他はねマジでね
この乱舞なんかもほぼ変わらないしな。目立って大きな違いはなかったように感じますね。おいで、この後レダウの大技がありますよね。こいつのこのレールガンも大技の一つではあるんですが、この後のムービーにあった叩きつけですね。ダメージでかい。だいたい7割ぐらいかな。6割7割持ってかれてますね。で、回復においてはこのセクレトにね乗って安全にね移動しながらできるのはありがたいですね。ライズではねガルクに乗りながらできましたけども。さあ、それでは第2ラウンド。このサバンナ機構の真ん中の木のところにはツタのね罠がありますね。これも起動して罠にかけることができると。ここら辺はワールドにもあった感じですね。で、やはり双剣といえばこのぐるぐる回転攻撃。セクレトのね背中から飛び上がってそのまま背中をねぐるんぐるんと回転して、手数を稼ぐことができます。これをね、ライズでもねこのガルクでジャンプしてっていうのはありましたけども、セクレトでねやりやすくなってますね。おいで、この後は鬼人強化状態になってるんで鬼人ステップが見せられますね。この×ボタンでのステップでシュンと回避することができます。これね結構無敵時間が長そうで、これを主に多用して、鬼人強化状態になってね鬼人化して鬼人強化状態になった後にステップでね攻撃をスイスイ避けながら戦っていくというのが双剣の主な戦い方になりそうですね。あとは空中ぐるぐるの空中回転ランプか、あれとこの鬼人ステップの2本柱って感じですかね。 PV ではモンスターを足場にして飛び上がってそのまま空中回転ランプなんかにもねつなげられたりしてましたよね。そしてここでレダウの大技、これ完全にレールガンだよね。なんかレダウのモーションとしてはライゼクスに似ているところが多いなと感じましたね。翼を叩きつけたり、あとはね電撃を放ったりといったそういう感じで、黄色いライゼクスって感じかな。レダウが飛行状態に入ったので、こっからはヘビーボウガンを少しだけ使っています。やっぱヘビーボウガン一番話題になっているのはこのセクレトに乗ったまま攻撃できるっていう点ですよね。撃っている間はね覗き込むので移動速度は下がりますが、それ以外の時はねセクレトで走り回れるんで機動力と火力をね両立できるかなりの強武器。おそらくねメインの、近接武器と、あとはねもう一つ遠距離武器、ライトかでもヘビーがな火力出そうだしな、何かプラスヘビーっていうのは割と定番になりそうですね。でこの後はねこのレダウがあえなく、時間切りでね、飛び去ってしまうんですが、かなりねいろいろ楽しめましたね。いや双剣がねちょっとあまりね火力が出なかったんで、討伐ねしたかったけども狙えませんでしたね。製品版にて楽しみたいと思います。体験版もね、年末かちょっと年明けぐらいにはね出ると思うんで、そこで待ちましょう。あと最後に体験もね少しだけ使ったので、そこもねちょろっと見せておきたいと思います。実際はね双剣を使おうと思ったら体験のままだったっていうね、ちょっとこっちのねミスだったんですが、せっかくなのでね、体験大きくモーションは変わっていませんね。タックルもあるし強ため切りもあって、強ため切りの後この新ためがね唯一変わってるので、この曲がり具合、右に曲がっていく新ためね、これまでため切っている間はねモーションつか方向をね変えることができなかったんですが、新ためでくるくる回っている間もね方向転換ができるっていうね、マジでそれだけでね一気に世界変わるんで、そこは結構、評価できる点ですね。であともう一つ新モーションとして相殺効果、モンスターの攻撃にね合わせてカウンターとしてね打つことによって威力が上がる相殺攻撃っていうのがねあったんですが、これはねちょっとなかなかねこの土砂熊の攻撃に合わせることができずにねうまく使うことはできなかったですね。体験はね今んとこワイルズで本編で使う予定はないですが、これもちょっとね要注目しておきたいポイントではありますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。モンハンワイルズね発売日も決まって、さらにね熱さを増していく時期に入ったかと思います。今度のね10月の18日にねまた特別番組があるらしくて、それもねミラー配信などしますのでね、10月からねこれから、YouTube、Twitch などでね活動を再開していきたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。